ッチ開放します。よかった。まだ生き残りがいたのね。大丈夫？あまり無理しない方がいいわ。たった今目覚めたばかりなんだから。この辺りに落ちていたのはあなたのポッドだけ。見つけられてよかったわ。私はエルマ。地球はあの日異星人同士の大規模な戦闘に巻き込まれて消滅してしまった。白芸で地球を脱出した私たちの旅は2年ほど続いた。過酷な日々だったわ。それでも居住可能な星を見つけ、そこに移り住む私たちの意志は固かった。しかし旅は突然終わりを告げた。損傷した船体は大気圏突入に耐えられなかった。私たちは残された動力を使って居住ユニットを軟着陸させたのよ。その星がこの惑星ミラ。ここにたどり着いて2ヶ月余り。まだまだ全貌が把握できていない広大な惑星よ。そしてあれが私たちの住んでいる居住ユニット。どう？なかなかのものでしょ。これが白芸の居住ユニット。いいえ、今ではここが私たちの町。モデルになった都市からとってこう呼んでいるわ。ニューロス・アンゼルスと。ようこそ NLA へ。たった2ヶ月だけど、ポッドで眠っていたあなたよりこの惑星ミラでの生活は私たちの方が経験豊富よ。いろいろと教えてあげられるわ。じゃあまずこの NLA のことを話しましょう。知っておいてほしいのは、私たちがここを遭難先の仮の宿なんかじゃなく、地球人類の安住の地だと思っているということ。忘れないで。ここは工業エリア。町の西側へ出る出入り口がある、いわゆる NLA の玄関といったところかしら。私たちの食料はもちろん、武器に至るまであらゆる物資が生産されているわ。そしてこの NLA の復興には欠かせないドールの開発施設もあるわ。ここは商業エリア。レストラン、雑貨屋、アパレルショップ。NLA で唯一の繁華街ね。それだけにいろんな人が集まっている。私も休日にはショッピングを楽しんでいるわ。次は住宅エリア。 NLA で暮らす人たちの住居がここ。住民たちがこの未知な惑星で少しでも安心して暮らせるように、大きな公園や教会、浄水場もあるわ。癒しの場所として訪れるといいかもしれないわね。不時着から2ヶ月余りでここまで復興させることができたのは、人類の生き残りたいという思いとドールの力があったからよ。そして最後にブレイドエリア。 NLA の心臓部と言えるわね。 NLA の暫定自治政府、私たちブレイドの本部。住居のブレイドホーム。さまざまな武器や装備を買うことができるショップ街。それにドールの修理や整備を行うスペースもあるわ。ごめんなさい、ブレイドとかいきなり言われても何のことかわからないわよね。ブレイドとは神の言葉を超えた人工的な運命の解放者。
その頭の文字を取ってブレイド。水や食料の確保から NLA の治安維持防衛までこなす、いわば調査員であり警察であり戦闘部隊でもある統合組織ね。中でも私たちブレイドにとって最も重要な任務がライフポイントの探索と惑星ミラの調査。もともと私たちの宇宙船白鯨にはライフという施設でもっと多くの人が眠ったまま運ばれていたのよ。地球脱出以降、船内で目覚めていたのは操船クルーと戦闘要員、ライフを管理運営するスタッフだけだったというわけ。ちなみにあなたがその中で救出された最後の一人よ。でもこのミラに墜落した際、たくさんの命とともにライフも船体から分離、複数のブロックに分かれ散らばってしまった。だから私たちはライフのある場所、ライフポイントを見つけてその人々を助け出さなければならない。この任務の重要さはわかるわね。そして2つ目の重要任務、この惑星ミラの調査よ。私たちはまだこの星のことを十分に理解できているとは言えない。ライフポイントを探し出すためにも、この星を私たちの安住の地とするためにも調査は欠かせないわ。そこで私たちはフロンティアネットを構築して情報を集めているの。フロンティアネットについては彼女に説明してもらうわ。私の名前はリン。メカと料理には自信があります。こう見えても彼女は選ばれたスタッフよ。腕は保証するわ。じゃあ早速説明しますね。まずはデバイスを見てください。おっと、あなたはゲームパッドって呼んでるんでしたっけ？自分たちのいる場所が分かりますよね。このマップ上の六角形の一つ一つを私たちはセグメントと呼んでいます。エルマさんから聞いたと思いますけど、私たちはフロンティアネットというシステムを使ってこの惑星ミラの情報を集めているんです。光のオブジェクトが見えますか？これはシステムがあらかじめ割り出した最も効率よく情報収集ができる位置、フロンティアネットスポットです。この位置で実際に情報を収集するのがデータプローブという装置です。データプローブ設置しますね。データプローブ周辺の表示が変わりました。つまりデータプローブを設置した周辺の情報が手に入ったということです。セグメントマップの中にマークがあるのがわかるかしら。これはこの地域で行う任務が簡易的に表されているのよ。例えばこのマークはそのセグメント内に生息する原生生物の討伐。このマークはトレジャー、宝探しという具合ね。つまり各地にあるフロンティアネットスポットにデータプローブを設置すればするほど、その周辺の情報が増え、探索先の目的が明らかになっていくというわけです。データプローブの設置、私たちがこの星で生き抜くためには重要な任務の一つよ。調査率 100% 目指して頑張りましょう。データプローブの情報はフロンティアネットを使って NLA で共有されているから、設置するたびに NLA 内の人々の会話にも変化が起きていくわ。見逃さないで。あとデータプローブは周辺の情報を収集してくれるだけでなく、さまざまな機能に変更することも可能よ。例えば採掘プローブに変更すれば資源の採掘量が増えたり、他にも戦闘の時にステータスを強化してくれるものなど、さまざまなものがあるわ。設置する場所によって効果が違うから、
どこにどのデータプローブを配置するか考えちゃいますね。ブレイドはライフポイントの探索、惑星ミラの調査の他にも NLA の住人たちからクエストという形でさまざまな仕事を依頼されるわ。なら本題に入るが、要件は2つ。私たちの未来に関わるような重要な任務はブレイドホームやブレイド本部で直接依頼されることもあるわ。あれの場所を見つけなくてはならん。クエストボードにもさまざまな依頼が貼り出されているからチェックしてみて。クエストには収集や偵察、救助、討伐などさまざまな種類があって、クエストに成功すれば報酬としてお金やアイテム、経験値などを手に入れることができるわ。この星のことを知る手がかりが見つかることもあるから、クエストもしっかりクリアしていってちょうだい。それに人々に関わることで人々の間に絆が生まれ、依頼されたクエストをクリアすることで深まり、そしてまた新たな絆が生まれていく。人々の絆を結んでいくことで NLA に住む一人一人がどんな思いでどんな生活をしているか、きっと見えてくると思うわ。次は私がこの惑星ミラがどんなところか説明しますね。もちろんこの星の全てが明らかになっているわけではないんですけど、ただ間違いないのはとにかく広いということ。この目に見えるとこ全部走り回ることができます。どうですこの広さ。惑星ミラの広さはそんなもんじゃないですもん。大陸も謎ももっと壮大ですもん。この星に来て2ヶ月の地球人が先住民であるノッポン人を差し置いてこの星の説明しようなんておこがましいにも程がありますもん。タツに任せるですもん。ごめんなさい。リンさんは得意の料理でもやっていればいいですもん。じゃあお詫びにタツを美味しく調理してあげるわ。ナイスアイディアですもん。ってタツは食材じゃないですもん。そんなことより惑星ミラのこと。そうでしたもん。この星のことタツが説明してやるですもん。しっかり聞くですもん。この惑星ミラはいくつかの大陸からなっていますもん。まずは原初の荒野ですもん。今見た NLA がある場所ね。この大陸はめちゃくちゃ広いもん。すっごく広いよね。次は夜行の森ですもん。わあ、植物が光っててとっても綺麗。それにすっごく広いもん。それは聞いたから。ここは忘却の渓谷ですもん。殺伐とした砂漠が広がってる。ここは半端なく広いもん。全部広いのは聞いたってば。ここは白寿の大陸ですもん。なんだか幻想的ね。ここはとんでもなく広いもん。そして黒金の大陸ですもん。火山地帯なのね。ここはえげつなく広いもん。もう何度も何度も広いも広いもって、あんたもしかしてお芋？確かにふかして食べても美味しそうだけど。タツはお芋なんかじゃないもん。あ、また言った。
タツのチャーミングな語尾にケチをつけるなんてひどいもん。ほらまた。どの大陸も本当に広いんだからしょうがないもん。いいもん。とにかく広くて同じ大陸でもいろんな場所があるから、それぞれの大陸を一言で説明するのは無理ですもん。なるほど、それなら納得。一つの大陸の中にもさまざまなエリアやランドマーク、秘境、絶景ポイントなどが散りばめられていますもん。とにかく走り回れば必ずいろんな発見がありますもん。あなた今こんな広い場所走り回るのめんどくさーとか思いませんでした？でも安心してください。ダッシュもできます。ジャンプもできます。設置したデータプローブやランドマークへスキップトラベルすることもできます。さらにですもん、ノポン秘伝の超便利アイテム、ナビゲーションボール。これがあれば道に迷った時も楽勝ですもん。こんな風にこのボールの後についていけば目的地まで案内してくれますもん。確かにこれは便利ね。なかなかやるじゃない。そうですもん、そうですもん。もっと褒めてくれてもいいんですもん。ナビゲーションボールの他にも迷子にならないようこんなのもありますもん。ホッパーカメラ。カメラを打ち上げて高いところから周りを見渡すことができますもん。これなら自分たちがどんなところにいるか分かりやすいわね。そして何より探索の心強い味方がドール。かっこいいですもん。ドールを手に入れれば探索のスピードが一気にアップ。車両形態ならさらにスピードアップ。そして空を飛べばさらなるスピードアップはもちろん、地表からではたどり着けない場所に行けたり、地表からでは分からなかった場所を発見したり、探索の範囲も広がります。こんな便利なものがあるなら最初から使えばいいですもん。ドールは誰でも使えるものじゃないのよ。そうなんですもん。ドールはライセンスを取得した選ばれたブレイドだけが使えるの。いつか欲しいな、マイドール。ミラの探索は一筋縄ではいかないですもん。次はこの星に住む生物たちについて紹介しますもん。立つより美味しそうなのいるかしら？いるわけないですもん。で、あれ、まあとにかくこの星にはたくさんの原生生物が住んでいますもん。ちっちゃいの、おっきいの、おとなしいの、凶暴なの。それは多種多様ですもん。ほんといろんなのがいるわね。とりあえず自分のレベルより高いのには近寄らない方がいいですもん。あ、見つかっちゃった。急いで逃げるですもん。あいつに。あと気をつけなければいけないのがオーバードですもん。見た目は普通の原生生物と同じでも並外れた能力を持っているのが時々しれっと混ざっていますもん。こいつらにはいかにも特別って感じの名前がついていますもん。
特別な名前がついてるのが目印なのね。気をつけぬ。逃げるですもん。また惑星ミラにはタツたちノポンをはじめいろんな知的生命体も住んでいますも。これはルーさん。ちょっと軽いけどノポンに芸術品を売ってくれるいい人ですも。私の作る芸術品をよく買ってくださいます。古事に言うカモといったところですね。それお得意様って言わないんだ。あと最近地球人の他にもこの星に異星人たちがいろいろやってきてるようですも。このマノン人は平和主義の異星人ですも。それもノポンをテイクアウト。お弁当に連れてるね。失礼ですも。タツはお弁当じゃないですも。この地球人はタツのお供ですも。お供？いやお供ダチですも。そんなことよりリンさん、マノン人はすごい科学力を持っていますもん。高度な科学力？メカニックとしての好奇心がリンさんのような地球人やマノン人のような平和的な異星人ばかりだといいんですけれども、とんでもないやつらもいますも。こいつらバイアス人ですも。地球人皆殺しだ、そう命じられている。地球人を皆殺しにすると言っていますも。それにタツを食べようとしたですも。ひどいですも。許せないですも。食の趣味は合うかもしれない。リンさん、そんなこと言ってる場合じゃないですも。今回いきなりいろんなことを話したけどどう？忘れないでほしいのは、私たちの最大の目的はライフポイントの探索。そのためにもこの惑星ミラの隅々まで調査しなければならない。そしてそこに立ちはだかるのが好戦的な原生生物や異星人というわけね。無駄な争いは極力避けたいけど、私たちだって戦わなければならない時があるわ。次回はこの星で生き抜くために必要な戦い方を覚えてもらうわね。もうちょびっとだけ注目ですもん。 Wii U とゼノブレイドクロスのセットが発売されますもん。本体と一緒に購入を考えているあなた、こっちにも注目ですもん。それからいよいよダウンロード版ゼノブレイドクロスのあらかじめダウンロードが始まりますもん。いち早く遊びたいというあなたにおすすめですもん。それからノポンの勇者とそのお供たちの活躍を描くもう一つの物語、ニューニンテンドー 3DS 専用ソフトゼノブレイドが4月2日に発売されますもん。早期購入者特典はこのサウンドトラック CD 要チェックですもん。詳しくは各ソフトのホームページをチェケランム。